どうやって戦うかじゃなくて、どうやったら戦わないで済むか。逃げなさいと、逃げ切れなかったら受けなさいと、やむを得ない場合はもう受けながら攻撃に入ると。さあ沖縄へゴー。三ツ星グローバルの木村社長を迎えてくれたのは八木昭人先生。沖縄そばを堪能した後は早速道場へ。空手技のプロだけど空手素人の木村社長の鍛錬が始まります。来年2月の京都店オープンに向けて心と体を練り直すグレートジャーニーオブ空手技がスタートです。はいさ2026年はい7月7日、七夕の日に暑い沖縄にやってきたのは三ツ星グローバル颯の木村社長。木村です。よろしくお願いします。木村社長、今日空手着ですね。はい。やる気満々で。今回はこの旅なんですけれども、はい、どんな理由でこの沖縄に、この真夏の沖縄のしかも空手道場に来ようと思ったんですか？京都に来年お店を、浅草でさせていただいている京都バージョン、ドーンとこう世界中の空手家の皆さんに喜んでもらえるための京都店を企画してるんですけども、まずやっぱり武具であったりとか揃えないといけないラインナップ、浅草にはまだないラインナップがたくさんありまして、でそのあたりの勉強をまずしないといけないなと思ってパッと思い浮かんだのが八木先生でした。でとにかく空手をまずちょっとこう体験しないとわからないとですね、商品開発もできないなということで相談させていただきました。はい、ようこそ八木道場へありがとうございます。なんか武具の仕入れとか甘っちょろいこと言ってますけれども空手を世界に売るのに空手を知らなくていいのかダメですね。と、そういうことです。空手の神様があなたを呼んだんじゃないの？そういうことですね。はい。もう7月の沖縄ですから、しかも今時間は午後2時ぐらいですか1時ですね、めちゃくちゃ暑い時間帯。僕らも結構海外県外から来た時は午前中教えて、ご飯食べて午後教えたりとかもあるので、この時間は普段通りですね。やってんだ。はい、やってます。でも夕方も暑いですよ。あ、そうなんだ。暑いですよ。はい、木村社長、結構この暑い時間帯でかなり体験といってもね、きつくなりそうですけれども、大丈夫ですか？いやもうこの一番過酷な状況でやらないと意味がないので、いいですね。当たり前です。一番過酷な状況でやらないと意味がないと、はい、この顔で言いましたね。はい。決め顔で。はい、もちろんです。いやもうこの一番過酷な状況でやらないと意味がないので。ということで、はい、一番過酷な稽古をお願いします。わかりました。はいはい、基本でいいですよ。基本でいいですよって。何それ、基本でいいですよ。じゃあ基本的な動きから、はい、じゃあまず正座して、はい、じゃあ木村社長、こちらで8分でじゃあじゃあ新鮮に礼。ギャグじゃないんだからじゃあお互いに礼。よろしくお願いします。よろしくお願いします。OK、じゃあ始めましょう。これ編集なしで出した方が面白いね。まず初めにですね、手を握るっていうのからいきましょう。できれば、強く握るために、親指が薬指にかかるぐらいまで、人差し指じゃなくて中指じゃなくて薬指にかかるようなイメージで握りますね。で握った時にこう爪が見えないように強く握る、なぜ強く握るかというと、筋肉に力が入ると。指の筋肉、手のひらの筋肉も意識して強く握るような感じです。で握ってるんですけど、これを例えば強く握ってあげると分かりやすいやつ。こう握るんだ、こう握るんだと分かりやすいと思います。すごい。こんな握ることない。ガツガツですね。はい。で次は同じように足の指を強く握ります。でこれでちょっと前に歩くと噛むようにですね。指の力を握ると筋肉に力が入るので、自分の体を支えている土台が足の指なんで、足の指から握って手の指も握ってっていう感じです。最初ここからやりましょう。はい、まず簡単にですね、引き手を腰の位置に上げて、顔の高さで上段突き、このまままっすぐいきましょう。この2剣を前に出すようなイメージですね。
体がまっすぐ、このイメージです。肩甲骨を締める、この筋肉で締めてるとですね。鼻から吸って口からゆっくりいきましょう。力抜いて1、2、呼吸と一緒に止めるときに吐くときに丹田に力入れると1、2、3、4、5。この時にですね、肩が出ないようにこう、そうですね、後ろから見た時に肩とこっちが正方形になるようなイメージです。はい、これだと相手の前に入った突きから、これだと脇が締まって自分の前に入ってきたものを突くっていう意識ですね。相手を倒しに行く突きじゃなくて、自分を守るための突きっていうイメージですね。なので脇を締めて、これが四角になるようになります。まあいいですね、自分の。これで力入れて、ここからついてみましょう。はい、早く強く。はい、1、2、3、4、5。OK、これだけです。肩がまだ入ってる。そうです。肩が入ってるのを締めると。例えば後ろから見たらこうなってるんです。こういう感じで止めると。強いじゃないですか。これが強くないです。脇を締めて、自分の前にここでロックしてる。このイメージです。でこれで例えば自分の前を分かったら人差し指伸ばしてみてください。人差し指がさですね、ここに向いてたらとか、ここに向いてたり、ここに向いてたりすると手首が曲がってるので、手首まっすぐ折り曲げてここで当てると。顔でもいい。本当に気持ちのこんだけ。相手に突っ込みたくなるんですけど、突っ込まず自分の体が入っていくような、もしくは相手が入ってきたら守るようなイメージです。じゃあ一緒にいきましょう。じゃあ次気合い入れて、はい、はい、あっち、大きくあっち、で、えい、まあ空手は護身術なんで、まあ一番大事な護身術は大きな声を出すことです。まあ誰か来たら助けてとかですね、大きな声を出して誰かに知らせるっていう、だから気合を大きく、あっち、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、やめー、これだけです。いいですね。この大きな声を出すっていうのはね、まずないですね。そうよかったですよ。難しいですね。で上段の今突きなんですけど、次はこういきましょうか。上に来たまま下から上に行けると、ですね、左手のすみません、外側から右手を持ってきて返しながら1、外から行きましょう。ゆっくりです。2、外から3、4、5、OK、これでいきましょう。よーい、もう一回いきましょう。力入れて、気合い入れて、1、2、3、4、5、はい、OK、これでいく感じです。じゃあ次は実際にこれ、来たらいけないです。ゆっくりゆっくり。1、2、3、4、5。イメージはですね、今ですね、受けてるんですけど、実際は自分の距離に入ってこない。ということは受けなくても届かない。ここに来るのを受けるっていうイメージで、大体受けた時に拳と手の甲が拳一つ分です。おでことこのこっちに入ってくるの外で外す。これはもう受けなくても届かないので、こう入ってきたらこう相手を外す。ゆっくりね。1、2、3、近い手、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、OK。上段受けですね。上段上げる受け。すごい。なるほど。そう、ちゃんとやると意味が。そうですね。例えば今の応用で、例えば構えてください。上段入ってくるのを下がって受ける。下がって受ける。足も下がって受ける。そう。もしくはこっちからするので一歩前に入るの周りを潰して受ける。そうですね。前に出るか下がるか、下がって下がるか。基本的な受け方ですね。
例えば上段ついて下がって受けるかついてきたら前に潰して受けるかでこの時に沖縄の空手の考え方としては全部受けから始まるんですけど、例えば上段突き下がって受けた場合これが受けなんですけど、前に出た場合これが入りながらこれが受けが攻撃になるっていう意味ですね。守りながら入ると受けが基本ですね。空手に先手なしとかっていう言葉がありますように、沖縄の、伝統空手はどの流派も全部型が受けから始まると。で、いわゆる受けが自分から攻撃しないっていう体なんですけど、受けが攻撃になるようにとかっていう考え方もあります。例えば上段突きをこう受けるんですけど、前に入りながらここで受けながら外しながら顔面に入れるとか。先手なしっていうのはそういうことですか？先に仕掛けない。仕掛けない。どうやって戦うかじゃなくて、どうやったら戦わないで済むか。逃げなさいとか、逃げきれなかったら受けなさいとか、もうそれでもやむを得ない場合はもう守るために受けながら攻撃に入るとかですね。どうやって戦うかではなく、どうすれば戦わずに済むか。それが沖縄空手。木村社長の学びは続きます。次回もお楽しみに。